息をしやすくするためにご覧のように隙間を空けたマスクを作ってみました。今回はセリアのアームカバーロングを使ってマスクを作ります。材料はノーズワイヤーとマスク用ゴム、型紙に A4 用紙を使います。袋から出したところです。腕側の太い方から L サイズ、手の方の細い方から M サイズの2枚のマスクを作りたいと思います。まず裏返しにします。素材的には内側がメッシュになっていて、表側も薄手のニットになっているので息がとてもしやすいと思います。型紙に A4 用紙を使います。 A4 用紙を縦半分に折ります。 L サイズの型紙は横半分に折ってください。脇に 1.5 センチのゴム通し口を書いておいてください。アームカバーに印をつけていきます。 M サイズから印をつけます。型紙には縫い代分は含まれていません。画面上では青い線が仕上がりの線になります。縫い台1センチをつけて赤い線が切り取り線になります。M サイズは手の方の端処理ができているものを2枚、中央から1枚使います。 L サイズの腕側から2枚と中央側 M サイズと同じように印をつけてください。印が書けました。赤いラインを切っていきます。M サイズ、L サイズのマスクのパーツが切れました。型紙 1.5 のゴム通しを書いた印に合わせて表側をずらして待ち針で留めてください。反対方向も同じように 1.5 ずらして待ち針で留めてください。L サイズも同様に 1.5 をずらして待ち針で留めてください。
返し口の印をつけてください。青い線が出来上がり線です。出来上がり線を縫っていきます。この時ゴム通し口を縫ってしまわないように気をつけてください。両脇のパーツが縫えたら表に返し、ゴム通し口の際を縫っておいてください。縫えましたら表に返していきます。形を整えてマスクの形に並べておきます。ノーズワイヤーを入れる場合は、先ほど開けた返し口から中にワイヤーを入れてください。3つのパーツを重ねて縫っていきます。L サイズは 3.5 重ねて縫ってください。その時に真ん中のパーツが前に来るように縫ってください。ミシンで縫うときはミシン目を合わせると綺麗に見えると思います。M サイズの方は3センチ重ねて縫っていきます。マスクの上と下の部分が縫えました。上の部分は少し隙間があるので手縫いでまつってください。ゴムを通して出来上がりです。裏がメッシュになっているのとマスクの横に隙間を空けたので息は少ししやすくなったかと思います。もしよかったら